Udah lama kagak main. Loadingnya lama lagi.急がなくてもいいのよ。ジェロニモ急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。かかれ。見切りました。はびこれ。そこだ。立縁イン。痛がっちゃいないの。Keringan dengan tampilan menyerupai burung. Patrick Chainot menghadiahkan padamu tampaknya ke sentral kepentingan. Asa. Kamen Rider.逃げ道はありません。
ボーントン。ちょれいちょ。急がなくてもいいのよ。つかなくてもいいのよ。それでは確認させていただき、連絡を受けて、スキップスキップスキップ。人手が足り、お二人ともベテラン。はいはいはい。どうしてだ？はい、そうです。農家はなるほど。最近お酒に関する話題をよく耳にするのはそのせいだったのか。なんだと？本当か？ああ、代理団長がみんなを本部のホールにお呼びなんだ。早く行かないと間に合わないぞ。おい、待ってくれ。待ってよ。あのセピロス騎士の二人、だいぶ慌ててるみたいだな。よう、旅人にパイモンじゃないいやか。君。元気に。ガヤ心配するな。お前らの手を必要とするようなことじゃない。実はさっき大団長から騎士団に手紙が届いてな。そうかな。代理団長が本部にみんなを招集してその手紙を開封することになったんだ。なるほど。それなら安心。じゃない。ちょっと待った。ははははは。なんて言った？ははははは。セピロス騎士団の大団長っておっと、ガヤ。よく耳に。それにあの人はお前ら栄誉騎士も。じゃあ行ってみようぜ。キャサリン、またな。行ってみようぜ。はい、気をつけていって。星と深淵を目指せ。無事今日の依頼を達成しました。星と深淵。何あれ。この同点も輝いてきました。
点についてのご質問でしたらいつでもお聞きください。はい。え、誰ここに置いた？あれ、Cromwell point tempat untuk kembali. Ah, Naruto.情報提供者から知らせがあったわ。敵より送りいたします。はあ。La la 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 la. Si Anubis. やっ、逃げ場はないぞ。Enam 6182 damage 1 hit rate elemental mastery. Musuh akan menghasilkan mendapatkan bonus berdasarkan elemental karakter. Ini dapat tembok sampai 3 lapis. Banofun Artefak elemental mastery selama 8 detik setelah memiliki dasar kekuatan berlanjut elemen karakter lain. 息を和らげたい時があるんだが、無意味な抵抗、いや判決からは逃れられない。さあ、やっはっ、罪を償うがいい。断罪の時、罪を償うがいい。降伏しろ。俺ならどうだ。勝利をしてやる。お前の罪を。断罪の時。 Kok keren.
Eh. Si Yu-Gi-Oh. Oh, the kids. Kok kecil? Oh, main di HP 2691, energi di sana 200. Oke. Mililit HP. Energi recharge.やっせいやっやっほっふんやっ守るために戦わねばやっふ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 っせいほっ砕けなさいやんはっやっふっこの祈りを聞きなさいやっふんふっはっほっふんどいてふんやんはっ Seberapa lama bisa ditahan? Empat, lima,ほっふんはっほっ頼むよこれアンバーその程度なの？ふっ我らに祝福あれ。ふんせいこれ風邪ひくなよ。おとなしくしやがる。ほどほどにしていけちょっとビリビリさせないとね。早くと。俺ならどうだいらっしゃいこの祈りを聞きなさいこの瞬間お前は永遠を手にする。これ踊ろう我らに祝福あれ砕けな Nggak cocok. Cuma bisa jadi koleksi. Sure. Edit filter noise gate open transportnya kecil cek間違えた
cek. 悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。 Cek. 調子が良くなってから仕事を一気に終わらせるわよ。Halo, halo, halo. La, la, la. La 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 la. この世を渡り歩くにはより多くの身分を持った方が便利なの。君にもいくつか作ってあげようか。ちょん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 。情報提供者から知らせがあったわ。どうやらまた新たな変数が現れたようね。ちょんちょんちょん。Halo, halo, halo, halo.よっ、捕まえた。裁きの雷。はっはっ信頼感度はびこれ。かかれ。せい。ふっ。痛がっちゃいないの。終わりね。逃げ道はありません。下がれ。よっ、ボン。はっ、よっ。炎食いの剣。Mengandung nyanyian. Mau lanjutin quest, quest Arkon. Hello, hello, hello.ほれ。じゃん。うんうんうん。うん。Wow, wow, よいしょっと。あの日本当に失ったものってなんだったっけ？は
ハイどこパシアはにもま消だ洞窟にいるんえてしだな。まったも早くうまっあいつの状たよ況を確認しに行こうぜ。どこかに問われそうなもの心強がる言葉で追って隠してるもしかして追って隠して外に食べ物るでも探しに行さったよなのか。らおいら近くを探してくる。僕らは続きがあるから君のいない世界なんて知るよいつか置いた身を越えてゆらゆら光をここまでも輝き渡ってるここにいたのか。さよなあれらハイパシアじゃないか。どうなってるんだ。わかんだろうでもいないなんてけど今の状態じゃすぐには食べられないよな。先に外で水を飲ませてやろうぜ。待った、急に外が暗くなったみたいだぞ。どういうことだ。外に出て確認しよう。見失ったものなんだったっけさよならさてあれ、洞窟の続外けはがあどうしてこんなことになっちゃってるるんだ。から一体何が起こってオイラたちはどこにいるんだ。知るよそうだよな。それじゃあ周りを調べてみよう。ミュートミュートミュートなな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 な強がりここ言葉で大きくしてるおらおらおらおー、広い空間だな。見ろ、あの洞窟の入り口ちょっと変わってないか。あ
そこで何か手がかりを見つけられるかもしれないぞ。いや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 。Save yourself. Save yourself. 裁きの怒り。やっSave yourself. あれ、どうしたんだ？周りの景色が突然変わったのか？言われ。Save yourself. レバイオン、はびこれ。逃げ道はありません。はっ、どの目が出るかしら。いい度胸ね。捕まえた。やっ、Save yourself. Save yourself. Save yourself. Yeah. Round me, round me.
うわ。変な場所だな。一体どうなってるんだ？なあ、どうしたんだ？なんだか不安そうだけど。It's a losing on, losing on, losing on. Losing. 旅人、また会ったな。おいお前ら、この変な空間で人間を企ててるんじゃないだろうな。変な空間、陰謀。そんなことはまだ知る必要はない。アビスに使えよ。裁きの雷。さっさっ、ここより弱滅の時。はっふっへっふんはっはっせいたっ、逃げ道はありません。短所鉄拳下がれ。かかれ。はびこれ。せっふっ、裁きのいく。終わりね。ボーン。そこだ。ヒュッ。全然勝てない。なんでだ。これまでこいつらとは散々戦ってきた。旅人よ、これまで数えきれないほどの危機を乗り越えてきたとしても、いずれ運は尽きり、己の無力と弱さを思い知るがいい。兄さん旅人よ、お前は真相をまだ見抜けていないのか。それとも現実とは向き合いたくないから。王子様はとうにお前を捨てた。お前の存在は王子様にとって目障りなのだ。お前の探す家族の絆などもはや存在しないのだ。お前の旅は全く無意味なものだが、もう悩む必要はない。なぜなら今日がお前の命日だからだ。I needing you, I needing you. I needed you. So wait, I am prepared to live.どうしよう。外にもハイパシアがいないぞ。あ、ここにいたのか。
甘い。よかった。まだ意識があるんだな。わあ、お前弁当を落としてどうするんだよ。うっかりしすぎだろう。お前らしくないな。でも今はそんなことを言ってる場合じゃない。早くこいつを助けてやろうぜ。あれ、こいつの周り果物がたくさんあるぞ。そうだ、この果物なら役に立つんじゃないか。見たかった。I'm needling you。どなた？ティナリかしら。ハイパシア、落ち着いてくれ。ティナリに頼まれてお前に食べ物をあげに来たんだ。ほら、あいつからの手紙だ。言うなんてなくて I believe but you leave 幼さでなくれなかった Still I believe なるほど。あなたたちはティナリのお友達だったのですね。ごめんなさい。先ほどはご迷惑をおかけしてしまって。いいところに助けに来てくださって。いや、この果物、それでオイラたち不思議に思ってたんだぜ。周りにこれほど食べ物があって口元には果汁もついてるのに、一体どうやって空腹で倒れたんだろうって。あら、そうだったんですの？あ、わかりました。ということは、きっと私の隣人が来て。隣人？ここには他の人も住んでるのか？さよならさえなかった。Still I believe 引き裂いて引き裂いて。オイラたちが前見たあの奇妙な生き物をさっきここで見かけたのか？それに変な夢を見た？不思議すぎだろ。でも、安心なさって。ハイパシア、お前、私も彼らの名前を知りません。ただ、分かっているのは彼らが宗神様と深い関係にあるという。なぜなら、私が初めて彼らを見たとき、それはちょうど私の意識が世界樹とつながった日だったのです。瞑想から目を覚ましたあの時、そして突然洞窟の入り口に小さな姿があることに気づいたのですわ。私は好奇心でそちらへ歩み寄りました。きっと彼は私が近くで動き回るのに慣れていたのでしょう。警戒心は全くなくて、楽しそうに自分のやっていることに専念していました。私がひざまずいて彼を見ていると、彼はふと私には彼が見えていると気づいたのです。それで？そして私は夢を見ました。気づいたら彼はもういなかった。もう二度と現れないと思いましたけど、数日後にはまた近くで姿を見かけましたわ。それに他の仲間たちもいました。感じるのです。彼は前よりも私を恐れなくなったと。でもまさか私を助けに来てくれるなんて。そうですわね。あ、そうだわ。ティナリからの手紙に世界樹についていろいろ聞きたいと書いてありましたけど。始まる。すみません。果汁をたくさん飲みましたのに、まだお腹がペコペコみたいで。ティナリが用意してくれた弁当は落としちゃったし、ハイパシアに何かいいものを作ってあげようぜ。オイラもお腹空いたしな。話は後にしよう。そうだな。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きと大根入りの野菜スープとかどうだ？この2つはオイラたちの得意料理だからな。わあ、
べたことのない外国の料理ですわ。楽しみです。実はティナリが最後に来てくれてからまともな料理を食べていなくて。Paket. Masak apaan?できた料理をティナリから渡された弁当箱に入れよう。さっきオイラが洗っておいたぜ。いい匂いだな。この弁当見栄えもなかなかだ。さあ、ハイパシアと一緒にご飯を食べよう。なな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 。もう出来上がったのですか？私料理が苦手で、あなたたちの作った料理をいただけるなんて本当に幸運ですわ。ティナリからの手紙にもありましたし、ご自身でも語っておられましたが、パラハームを初めて嗅いだというのに世界樹とつながれるなんて驚きましたわ。私は確か3年ほどかかったかしら。それでも教霊院の学者の中では天才と呼ばれるくらいなのですよ。これができないまま、それでなんでこのパラハームの主な原料はマハールッカ・デ・バータが創造した植物ですから、送神様の力に対する送神様の力の根源は世界樹です。大丈夫ですわ。スメールにしばらくいらっしゃればきっと理解できるはずですから。わかった。でもこいつは長い間植物の匂いが苦手だったんだけど、それはなんでだったんだ？それは彼女の特殊体質によるものでしょう。お香によって送神様の力に対する感知が過剰に刺激され、何らかの乱れが生じたのです。それでパラハームの成分に似た香料の匂いを嗅ぐと体がストレス反応を起こしていたのですわ。でも心配はありません。今のあなたはもう大丈夫です。まだ送神様の力に敏感かもしれませんが、特定の瞑想をしない限りパラハームがあなたに影響を及ぼすことはありませんから。はあ、それはよかったぜ。正直に言うと、あなたの感知能力が本当に羨ましいわ。たとえ一生動悸や頭痛に悩まされるとしても、世界樹とつながることができるのであれば一向に構いません。おー、そんなにこのことに夢中なのか。仕方ありませんわ。学者ですもの。私は教霊院明論派のものです。主に星空と地上運命の関連性について研究していますわ。星空にはあまりにも多くの解けない謎が秘められています。ですので私は全知の世界樹に問うことしかできません。けれど私の感知能力には限界があり、世界樹を見つけられないこともありますし、感知によって精神を壊されないという保証もありません。私の今の修行段階はサティアワダライフと呼ばれています。スメールの多くの学者はこの段階にとどまり、世界樹の探索中に発狂してしまいました。世界樹には
神の知識が秘められており、能力のないままに触れれば心がそれに耐えられないのだと賢者たちは言います。ですから自分の精神を安定させるため、また他の人を巻き込まないようになるべく一人でしています。世界樹から知識を得るのってそんなに危険なことなのか？ハイパシア、お前はそれが怖くないのか？怖いに決まっておりますわ。特に月明かりもなく虫の鳴き声も聞こえない夜なんかは。でも最近は近くに小さな隣人が住んでいると知りましたから、そこまで怖くなくなりましたの。彼らが見えるようになったのもきっと宗神様のご加護を受けたからです。知恵の神の使者なのに人に夢を見せる力があるなんておかしな話ですわよね。なんでだ？この不思議な生き物に結構ぴったりだと思うけど。だってスメール人はほとんど夢を見ないんですもの。そうなのか？ええ、スメールで夢を見るのは子供だけ。大人たちは見られないようですわ。賢者によれば知恵はすなわち理性。けれど夢で見たものは理性に欠けて一貫性がないそうですわ。The Screencast. Media, Blender, Canon, Front Voice Changer, iCloud, iTunes, Media Player, Maker, To-Do List, MSI Battery Calibration, Opera Oracle, Virtual Prism, Remote Desktop.
share it. Gesture perkenalan for the player with video. Visual tracking Unity Hub Visual Studio. Up in the share mirror go. そうですの。夢の中で人は常に自身の悩みを抱えているのです。賢者の考えではスメール人は夢を見ません。なぜなら知恵の神であるマハールッカ・デバータの恵みによって人は夢の中にある愚かな妄想から解放されたのですから。私はスメールの学者の家に生まれました。幼い頃から両親は夢を見なくなった時が大人になった時だと私に教えてくれましたわ。私は一生懸命勉強して教令員の生徒になり研究員になりました。そしてやはり私も二度と夢を見なくなった。けれどあの日、私が驚かせてしまった彼は私に夢を見せてくれました。夢の内容は忘れてしまいましたけれど、突然子供時代に戻ったかのようで、本当に不思議な感じでしたわ。子供時代の私は本当に無知でしたけれど、恐れることは何もなかった。もしかして夢は思ったより悪くないのかもしれませんわね。あ、今後もしスメールシティに行くなら、こんな変な話を他の人に話さないでくださいね。笑われてしまいますから。わかったぜ。ところでハイパシア、こいつが世界樹のところで見てきたものに何か心当たりってあるか？申し訳ないけど今のところ思いつきませんわ。でも世界樹で見たものが存在した記憶だというのは確実なことです。世界が私を忘れて、一体どういう意味でしょう。今のサティアワダライフの段階を突破してパリプーナライフにたどり着けたら、その意味を理解できると思いますわ。もし今後ここを通りかかるときは私に会いに来てくださいな。礼などいいのです。あなたたちは私の命の恩人ですから。それにまたあなたの料理を食べられると思うとワクワクしますわ。ハイパシアの安全も確認できたし、知りたいことも聞けたし、そろそろガンダルバー村に戻るか。
ティナリ、その断り方は肝心な点を避けてると思わないか。地域を片付けるのがレンジャー長であるお前の仕事だってことはわかるさ。でもそれじゃ根本的な問題解決にならないのはお前にだってわかるだろ。カジェ様はお前がスメールシティでできることは世界中が治るかどうかに直結してるとおっしゃってるんだ。どこに断る理由がある？気性の荒いやつだね。こいつの言い分を聞こうじゃないの。ティナリには教令院に戻るようお願いに来たんであって、敵にするために来たんじゃないだろう。カジェ様直々にいらっしゃったというのに申し訳ない。僕はただのしがないレンジャー長で、カジェ様のような知論派の大物学者のお役に立てるとはとても思えない。この前お前さんが手紙で自分の恩師を拒絶して正論派の賢者であるあいつの面目を粉々にしたから、わしがあいつの代わりに来てやったまでよ。なるほど。先生の性格なら自ら来て僕を罵倒しないと気が済まないと思ったけど。ティナリ、お前さんの恩師もこのプロジェクトに参加した。あいつには今お前さんの力が必要だ。カジェ様、先生は僕に何をしてほしいの？スメールシティに行けばわかるだろうさ。何日かかる？何日かかる？まだわからん。つまりカジェ様直々にガンダルバー村までいらっしゃったにもかかわらず、前に手紙で先生に尋ねた全ての質問にはお答えいただけないと。もしそうなら恐縮ではあるけど。ティナリ、お前。はあ、もういいよ。行くとしよう。別に。教令員の人は僕にスメールシティに戻って手伝ってほしいことがあった。僕はこっちの仕事が忙しいから断った。ところでハイパシアの方はうまくいった？ああ、少し紆余曲折はあったけど今は元気だぞ。オイラたちもたくさんのことを聞けた。ならよかった。体も回復したんだから君たちをガンダルバー村に引き止める理由はない。ここからはスメールシティに向かうんだろ？ああ、クラクサナリデビに会って聞きたいことがあるんだ。ティナリ、彼女に。申し訳ないけどあの方に謁見する方法は知らない。それじゃあスメールシティに着いたら彼女のことを誰に聞けばいいかは知ってるか？そうだな。スメールシティにいた時間は長くないから知り合いも研究員がほとんどなんだよね。こうしよう。紹介状を書いてあげる。僕の知り合いの正論派研究員に聞くといいよ。彼は多くの情報を持ってるから。それに君たちがスメールシティに入るときあるものがもらえるはずだ。あんまり役には立たないかもしれないけど試してみなよ。アーカーシャ端末ってやつだよ。使い方は。よし、それじゃあ準備してその通り。ティナ。うん、よくなったよ。長い間横になってたから近くを散歩に行かせた。北の分かれ道に向かうのを見たよ。君たちがもうすぐ行っちゃうからそこで君たちを待ってるんじゃないかな。ありがとうティナリ。それじゃあオイラたち行くよ。うん、じゃあね。旅が順調であることを祈ってるよ。やっぱり風林で暮らす方がいい。誰もいないな。
来たんいや今は行ってらっしゃいって言うべきかな。これいい。ここで待っててくれてありがとう。あ、それとでもこれいい。お前のからなんだピタのレシピ。うわーい。食べるときはガンダルバーム。それじゃ見習いレンジャーコレイ、二人の旅が順調であることを祈る。またガンダルバー村に遊びに来てくれよ。私たちレンジャーは最善を尽くしてお前たちを助けるから。1、2、3。全員揃った。1、2、3。全員揃った。見切りました。はいやっせっやっ裁きの怒り。私に命令できる。ちょいと待った。お二人さん、あんたらスメールシティに来るのは初めてだよな。なんでわかるんだ？アーカー社の中にあんたらの情報が入ってないからな。おっと、心配する必要はないぜ。スメールシティに入るのを止めてるわけじゃない。その逆で
教令員はスメールシティを訪れた旅の人に便利なツールを提供してるんだ。2人も聞いたことがあるかもしれんが、アーカー社はマハールッカ・デバータ様が残した遺産であり、知識を集められる宝庫だ。教令員は数百年にわたって絶え間ない研究を重ね、ついにアーカー社端末を開発した。今やスメールの中でアーカー社端末を起動すれば、誰もがアーカー社とつながることができる。アーカー社からは自分の必要な知識を得られるぞ。もちろん技術的な理由もあって、アーカー社端末はスメールシティやオルモス港のような人の多く集まる大都市でよりスムーズに動作し、より威力を発揮できる。これがティナリの言ってたアーカー社端末だな。聞いた感じなんだかすごそうだな。2人は運がいいぜ。今まで教令員はスメール人やスメールに長期間滞在する外国人にのみアーカー社端末を配ってた。旅の人全員に配るようになったのはつい最近の話だ。さあ、これは2人へのアーカー社端末だ。どうぞ。もう葉っぱみたいだな。手のひらに乗せて神の知恵の声を聞けますようにと心の中で念じれば、それを起動することができるよ。これを使えば知識が得られるのなら、もしかしてクラクサナリデビに会える方法がわかるかも。とりあえず試してみようぜ。神の知恵の声を聞けますように。うわ！一瞬で頭がこれの使い方を理解したぞ。特定のことを考えるだけで習得できるなんてすっごく便利だな。そう、これがアーカー社の力だ。さあ、スメールシティへようこそ。送信様の知恵があんたたちと共にありますように。よし、早速アーカー社にクラクサナリデビの情報を聞いてみようぜ。まずオイラがやってみるぞ。500年前、賢者たちは焦土と化した廃墟から新しく生まれた神を見つけ出した。現在はスラサタンナ聖書に居住。おお、コレイが言ってたのと似てるな。次は送信様に謁見する方法を考える。無理やりこの問題について考えると何かを思い出せそうな、思い出せないような微妙な感覚だな。頭が疲れた。お前は頭の切れるやつだもんな。で、何を考えるんだ？オイラたちはスメールに着いたばかりの外国人だから、その問題の答えを得る資格がなかったりして。お前も同じ感じか。安心したぜ。涙が出そうだ。どうやらスメール人はこの亡くなった神を本当に恋しがってるみたいだな。いろいろ試したけど
クラクサナリデビに会える方法は見つからなかったな。やっぱりティナリが紹介してくれた人に聞いてみようぜ。そいつはスメール人で教令員で働いてるみたいだし、きっとアーカー社からもっとたくさんの情報を得られるだろう。ティナリの手紙、住所が書いてあるぞ。門の近くみたいだ。そっちに行ってみようぜ。家にいてくれるといいんだけどな。今月の予算もオーバーしてしまいそう。こんにちは。ロハウェイってお前のことか？そうですが、何かご用ですか？実はティナリがお前のことを紹介してくれて。何？ティナリだと？あ、いや、もういい。何も言わなくていいから。先月に発表した文章は確かに雑だった。データにも説得力がないし。これはティナリからお前への手紙だ。え、あ、どれどれ。はあ、びっくりした。危うく胃を痛めるとこだったよ。あなたたちは聞きたいことがあるだけなんだな。ティナリも情報を探る才能については私の方が上だと認めざるを得ないらしい。さて、あなたたちは何を聞きたい？クラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法知らないか？送信様に？ああ、私の得意分野じゃないがいいだろう。アーカー社に聞いてみるよ。すまない。アーカー社はこの問題については答えてくれない。お前もか？めちゃくちゃ大口を叩いてたから、オイラたちよりたくさんの情報を手に入れられるんじゃないかと思ったのに。言っただろ、これは私の得意分野じゃないって。私は一階の研究員に過ぎない。アーカー社はきっと私には送信様の情報を知る必要がないと判断したんだ。だが私の知る限り、クラクサナリデビ様はスメールにお戻りになってから一度もスラサタンナ聖書から離れたことはないし、公の場にも姿をお見せになったことはない。まさかそんなに謎めいた神だったなんてな。その通り。送信様はいつも浪居なさっている。おそらく誰にも姿を見られたくないんだろう。もしそうだとすれば、アーカー社から情報を得られないのも無理はないな。じゃあどうすればいいんだ？まあ落ち着いてくれ。これはあくまで私の個人的な推測だ。他の人に聞いてみるのもいいだろう。それにクラクサナリデビ様にお会いできないことは決して悪いことじゃない。何しろアーカー社からも得られない知識やどうしてもできないことというのはこの世に存在するんだ。手放すことも一種の知恵だと言えるはずだ。例えば私の知能では3年に1本論文を発表できれば神に感謝しようというものだが、ティナリなら1年で3本を発表できるだろう。なるほどな。ありがとう。助けてくれて、それから諭してくれて。遠慮するな。他のこと、例えば教令員で今年昇進する学者のリストや六大賢者の人間関係なんかはいつでも私に聞いてくれよ。これも教令員で生きるための一種のサバイバルスキルだ。はあ、まさかとは思ってたけど、手に入る情報がこんなに少ないなんてな。これからどうする？他の人に聞くって言っても
スメールに知り合いなんかいないしな。誰だ？あ、そうか、キャサリン。冒険者協会には独自の情報網があるもんな。だったら早くあいつに聞きに行こうぜ。これとこれじゃない。全部記録しないと。俺に任されるのは面倒なことばかりだな。星と深淵を目指せ。旅人さんにパイモン、こんにちは。キャサリン、こんにちは。頼みたいことがあるんだけど。はい、冒険者協会はいつでもご要望に応えてまいります。具体的にどのような助けが必要でしょうか。キャサリン、オイラたちクラクサナリデビに会いたいんだけど、何か方法を知らないか？はい、お二人はスメールの神様に謁見なさりたいのですね。少々お待ちください。申し訳ありません。アーカー社からは関連情報を受け取れませんでした。個人的にもこの神様に関わる記憶はございません。そっか、やっぱり同じ結果だな。けどキャサリンにもわからないってなると、もう誰に当たればいいのか思いつかないぞ。お二人ともそう焦らないでください。私から一人推薦できるかもしれません。スメールにおいては冒険者協会が一番多く情報を抱えているわけではありません。ここではエルマイト旅団と呼ばれる大小の傭兵集団が数多く活動しています。彼らはあらゆる依頼を受け、スメールの隅々まで足跡を残していますから、当然情報もたくさん集まります。スメールシティの防衛を担当するエルマイト旅団の30人団は、歴史上最も古い旅団の一つであるだけでなく、各旅団間の業務を管理調整する役割も担っています。30人団？変わった名前だな。聞いた話ですが、これは結成当初の人数をそのまま旅団の名前にしたそうです。30人団の顧問アスパンドさんはうちと浅からぬ関係にあります。もう退役されていますが、今でも旅団では有名で発言力をお持ちです。こちらから彼と連絡を取ってみますね。30人団の本拠点レグザー町で彼とお会いになれますよ。どういたしまして。幸運を祈ります。お二人がスメールでもご活躍されることを心より期待しています。よし、それじゃあレグザー町に行こうぜ。ようこそ冒険者協会の紹介で来たお客人だな。話は聞かせてもらったぜ。こんにちは、アスファンド。オイラたちちょっと聞きたいことがあるんだ。
なるほど。でキャサリンは君たちに俺を探すよう言ったわけか。確かにエルマイト旅団の皆は情報通だが、送信に会いたいとなると俺も手の施しようがないな。待てよ、担当直入すぎないか。しょうがないのさ。だってうちの旅団の連中に信仰心なんかないし、神についてなんか何も知らないんだぜ。アーカー社から得られる情報はおそらく君たちより少ないだろう。俺たちは砂漠から始まった。神はとっくにお亡くなりになったが、それ以来エルマイト旅団の者は自分の腕で生きてきた。神の力なんか借りずにな。だがそれは俺たちに限ったことじゃない。スメール人のほとんどはクラクサナリデビに興味がないと思うぞ。なんでそういうことになるんだ。教令員を例えにしようか。奴らはスメールの実質的な管理者だ。神を信仰しているが、その信仰対象は今でもマハールッカ・デバータなんだ。奴らから見ればスメールを作ってアーカー社を残したのはマハールッカ・デバータの方で、クラクサナリデビはただそれをたまたま継いだだけだと思ってる。そして民衆も教令員の影響で自然とマハールッカ・デバータをよりよく知り愛するようになった。それにクラクサナリデビは一度も姿を見せてないし、教令員も彼女の情報を公開しない。だからスメール人にとって彼女はただ存在しているだけの神なのさ。そうなのか。なんだかクラクサナリデビがかわいそうだな。どうかな。全ては俺たちの独りよがりで、知恵の神は人のつけた衣装など気にしていない可能性だってある。アスファンド、教えてくれてありがとな。気にするな。冒険者協会の顔も立ててやらんとな。みんなの送信に対する態度はやっぱりアスファンドの言った通りだったな。送信に全然興味がないどころか、アーカー社はそれを知る必要がないと判断したとまで言ってたぜ。スメールシティに入ってからずっと情報を探してきたけど、なんだか得られる情報がますますネガティブになってきたな。まさかスメールシティを丸ごと探してもクラクサナリデビに興味を持つやつなんかいなかったりして。ねえ、もしかしてクラクサナリデビ様に興味があるの？お前は？あなたたちスメールシティに来たばかりの外国人みたいね。クラクサナリデビ様に関する情報を聞き回ってるんでしょ？あ、ごめんね、自己紹介を忘れてたわ。私はトニアザード。実は私クラクサナリデビ様の忠実な崇拝者なの。本当か？ってことは彼女に会う方法を知ってるのか？そんなこと私にはできないわよ。でもさっきあなたたちの話を聞いてたら、送信様に関するある伝説を思い出したの。もちろん。じゃあ話すわよ。昔々ある人が最悪の災いが自分に降りかかるという予言を聞いた。彼は恐怖に怯えながら送信様に助けを求めようとした。送信様が自分に知恵を与え、この危機を救ってくれることを期待してね。彼は砂漠を渡りウリンを歩き回り、様々な試練を乗り越えたんだけど、ついに送信様の姿は見つけられなかった。彼は、神はきっと私を見捨てたんだって絶望して、深く悲しみながら運命を受け入れようとした。
それで？そしてついに男は最悪に見舞われた。けれど予想外なことに、旅で見てきたことが彼の助けになり、危機を自力で乗り切れたの。そして一羽の鳥が彼の肩に舞い降りた。それは宗神様の化身で、彼女はこう語った。神を探す者よ、理解できたか？あなたはとっくに私を見つけ、知恵の跡を見つけていたのだ。我らは道の草花に、輝く太陽の光に、捉えられぬ風の中にいる。あなたが思考をやめないか。ありがとう。その話を聞いたらなんだか気分がすっきりしたぜ。どうやらこの物語も宗神様の化身みたいね。ドニアザード、お前がクラクサナリデビの崇拝者なら、彼女に関する他の情報も教えてくれないか？もちろん。そういえば知ってる？あ、その悪いけど用事があるから先に行くわ。また今度話しましょう。おい、待てよ。どうしたんだ？人を探してるみたいだな。ドニアザードがあんなに慌ててたってことは、まさかあいつらはダメだぞ。せっかくクラクサナリデビに関する情報を聞けたんだ。あいつらを阻止しないと。とりあえずあいつらの注意をそらして、それからドニアザードを追おう。おい、そこの2人。茶色い髪に紫の上着と水色のロングスカートを履いた若い女の子を見なかったか？探してるんだ。手にバンデージもつけてるやつか？そう、彼女だ。どっちへ行ったか見たか？見たぞ。そっちに行った。さあ追え。あいつらの注意をそらせたぞ。早くドニアザードを探そうぜ。ドニアザード、ここだったんだな。もう遠くまで逃げたのかと思ってたぜ。あなたたちね。びっくりした。安心しろ。お前を追ってた奴らはオイラたちが巻いておいたぞ。そうなの？本当にありがとう。でも私を捕まえに来たのはあの人たちだけじゃないと思うわ。やっぱりあっちからも人が来た。おい、他にも追っ手がいるのか？だったらここに突っ立ってる場合じゃないだろう。早く逃げろ。待って、私実は体が良くないのよ。走るのはちょっと無理。それがいいかも。港に酒場があるからそっちへ行きましょう。私が店の中に隠れるなんて思いもしないはずだわ。よし、じゃあお前は後ろからついてこい。オイラとこいつが追っ手を警戒してやるから。僕の言う通りにすれば問題ないさ。ダサすぎる。僕の言う通りにすれば問題ないさ。新しく仕入れた人のデザインがダサすぎる。
見つけられないでしょ。待って、やめてディシア。猫。お嬢様、こいつらは何者ですか？彼女たちは道で出会ったばかりの異国の旅人よ。たまたまあなたたちが私を探してるのに気づいて私を助けてくれただけ。へえ、なるほど。あんたらはもう用済みだ。出てってもらうよ。待てよ、お前は誰だ？なんでオイラたちを追い出すんだよ。私はドニアザードお嬢様のボディーガードだ。お嬢様を無事に返すためにここにいる。お嬢様、私と一緒に帰ってください。お嬢様が逃げ出して随分経ちましたから、旦那様と奥様はとても心配されてるんです。もしあなたと帰りたくないって言ったら。もちろん協力してくださることを願ってますよ。それがお互いにとって一番いいですから。ですが、どうしても帰ってくださらないというなら、担いででもご自宅にお返しするしかありませんね。おい、ドニアザードは帰りたくないって言ってるだろ。なんで無理強いするんだよ。邪魔するな。あんたらが考えてるようなことじゃねえ。失礼しました、お嬢様。私はお嬢様のボディーガードですが、ご両親に雇われた以上、雇い主に責任を果たさなきゃなりません。いくら？何です、お嬢様。あなたを雇ってお父様たちの言葉を聞かないようにさせるにはいくら払えばいいの？ 2 倍？ 3 倍？少し時間をくれれば何とか集めてみせるわ。お嬢様、モラの問題じゃありません。あんたが私たちエルマイト旅団の人間をどんな目で見てるかは知りませんが、言わせてもらいますよ。私は確かにモラが好きだが、自分の原則を破るような真似はしない。雇い主に言われたってだけじゃなく、自分の両親がそうすべきだと囁くからあんたを探してたんです。あんたの体は良くない。こんな風に外でブラブラ歩いたりして体への負担はどれほどか。ですので、あんたを愛してる人のためにもわがままを言わないでください。いいえ、あなたは間違ってるわ。私は自分の状況を理解してるし、自分がどんなことをしてるのかも分かってる。私から言わせれば、今わがままを言っているのはお父様とお母様の方だわ。私が家にいようがいまいが何の変わりもないのは分かってるのに、その現実を受け止めようとしていない。私からあの人たちにこのことを相談しても避けるばっかり。リシア、あなたは長いことうちにいるんだからこれくらい知ってるはずでしょ。リシア、お父様とお母様が大変だってことは分かってるの。私のためにしてくれたことにも感謝してる。でもこの世界にはもう一人感謝しなければならない方がいるわ。だってあの方は私を救ってくれたのよ。あの方への敬愛は私にとって両親への敬愛と同じなの。これは私の人生で私の最後のチャンスよ。もっと有意義なことをやりたいの。お嬢様、ご自分のやっていることが有意義だと断言できますか？断言できる。少なくとも私にとってはそう。わかりました。お嬢様、もう一緒に戻れなんて言いません。でも言っときますが、お嬢様のやり方に賛同してるわけじゃありません。その決意に敬意を表してるだけです。ありがとう、ディシア。ごめんね、さっきは焦ってあなたにひどい態度をとったわ。それにモラのことを言って気を悪くさせた。平気ですよ、お嬢様。私はモラが好きって言ってましたしね。それにこれについてはしっかり話し合わなくちゃなりません。何せ今日はすごい騒ぎになったし、お家のボディーガードもみんな出動してる。旦那様からお嬢様をかばうのは簡単じゃありません。それに逃げ出すのは今回限りじゃないんでしょ。
今度動き出す前にはせめてお嬢様の近くにお付きして外出期間中の世話をする人を用意しないといけません。ってことで私を雇ってみないか、お嬢様。お互いに都合のいい話ですよ。報酬は旦那様の半分くらいで、あんたが家に帰ってから払ってくれればいい。ええ、問題ないわ。よかった。ちゃんと話がついたみたいだな。あ、大丈夫よ。安心したらちょっと力が抜けちゃった。お嬢様、もうご無理なさらないでください。この店で何か食べながら休みましょう。二人も心配させてごめんなさい。よければ一緒にどうかしら。おう、お前が元気になったらクラクサナリデビの話をもっと聞きたいしな。よう、ディシアじゃないか。この半年見かけなかったな。風舞家のところでボディーガードをやってるって聞いたぜ。へへ、ボディーガードは面白くないって散々言ってたくせにな。慣れればそんなに悪くないよ。旦那、メニューを見せてくれ。はいよ。ん？こちらの方はひょっとして風舞家のお嬢さん？いやー、お嬢さんがいらっしゃるなんて、この店で一番うまい料理を用意しないとね。マスター、ありがとう。気持ちはいただいておくけど、今はモラが必要なの。手持ちがあまりないからできるだけ節約したいわ。でもこちらのお二人には一番いい料理を用意してあげて。知り合ったばかりの友達だからちゃんともてなしてあげないとね。そうだぞ、ドニアザード。クラクサナリデビの話をしてくれるだけで感謝してるんだから。だったら手つなんはいかが？うちの看板おやつで値段もお手頃。ほら、そっちのお客さんが食べてるやつさ。黒くてパサパサしてそうだ。おいらはやだぞ。なんだよ、おいらにだって個人的な趣味思考があるんだぞ。ドニアザード、スメイルシティにいた人たちに聞いて回ったんだけど、みんなクラクサナリデビに興味がなかったんだ。お前はどうして彼女の崇拝者になったんだ？パイも宗神様に会う方法を私に聞いたでしょ。方法はわからないけど、私は宗神様にお会いしたと思うわ。本当か？ええ、子供の頃の話よ。私は病気になってほとんど一年中お部屋で横になってた。パパとママは私の病気を治すためにずっと頑張っていたわ。でも私は友達を作るどころかアーカー社から知識を得ることさえできなかった。子供時代の私には何の夢もなく、希望なんか何一つなかった。一度ひどい発作に襲われて何日も朦朧とした状態で過ごしたことがあるの。ある夜、目が覚めたら部屋には誰もいなくて、すごく怖かったわ。でも動こうとしても動けなくて、泣くことすらできなかった。その時、頭の中に不思議な声が浮かんできて、私にこう言った。ドニアザード、怖がらないで、泣かないで、と。ドニアザード、
怖がらないで、泣かないで。誰？どうして私の名前を？どう言えばいいのかしら。理解できないかもしれないけれど、あなたのことは全部知っているわ。本もちろん。雷が怖いことや、朝のお薬が嫌いなこと、それからお母様のスカートについた花びらを数えるのが好きなことも。本当に何でも知ってるのね。ダミアザード、何か願いはある？願い？ないわ。私、どこにも行けないから何もできないの。あら、そうなの？でもあなたはまだ子供でしょ？子供は皆願いを持ってるのよ。あなたの願いを教えて。叶えてあげられるかも。じゃあ、私の病気を治してくれる？ごめんなさい。それは今の力じゃまだできないわ。それじゃあ、友達になってくれる？その後、いいわ。私はあなたのお友達よ。という声が聞こえてきたの。病気になってからはとても辛かったけど、その声はいつも私を励ましてくれて、面白いことをたくさん教えてくれたわ。窓の外には賑やかなスメールシティがあることとか、スメールシティの外は緑豊かなウリンが広がっていることとか。その後、ようやく発作は収まったけれど、声は消えてしまった。お母様にもこのことを話したけど、きっと私の夢だって言われたの。でも私は知ってる。あの声は決して私の妄想で作り上げたものなんかじゃないわ。だって私はその前に一度だってテイワットなんて言葉を聞いたことがなかったんだもの。絶対そうよ。その声がなければ私はこの世界に好奇心を抱くことはなかったわ。読み書きを勉強したり、いろんな本を読んだりすることもなかった。その声のおかげで私は知恵に触れることができたの。だからあの方はきっと宗神様だわ。その恩返しをずっとしたいと思ってて、実は今日逃げ出したのもあの方の家臣短術を準備してあげたかったからなのよ。家臣短術？なんだそれ。家臣短術はクラクサナリデビ様の誕生日で、賢者たちがあの方を見つけた日なの。実はこれはかなり古いお祭りで、最初はマハールッカ・デバータ様の誕生日祝いをするために設けられたそうよ。そしてあの方が見まかられた後、日付がクラクサナリデビ様の誕生日に変更された。聞いた話では、クラクサナリデビ様がスメールに迎えられた当時は、みんなそれはもう盛大にこのお祭りを祝ってたらしいわ。でも教練院の影響でみんなは次第にこのお祭りを祝わなくなっていったわ。スメールにはマハールッカ・デバータ様に関するお祭りがたくさんあるけれど、教練院は全ての準備に参加する。でも家臣短術に対してはモラを出すどころか気配すら見せなかったわ。彼らにとってクラクサナリデビ様の誕生はマハールッカ・デバータ様が本当に制御されたことの証明でもある。だからこんなお祭りには参加したくないのね。でしょ？ひどいのよ。確かにこの国を作り上げたのはマハールッカ・デバータ様よ。だけどクラクサナリデビ様だってこの数百年間スメールを守り続けてきたじゃない。周りに他のお客さんもいるからあまりはしゃがないでください。グランドバザールの人々は今でも家臣誕祭を祝い続けているそうよ。でも以前は彼らのことを知らなかったから何もしてあげられなかったの。でも最近そこに住む人と友達になったわ。
彼女もクラクサナリデビ様の信奉者なの。だからこのお祭りのためにしっかり準備してほしいという願いを込めて、私は貯金を全部彼女にあげたの。私がクラクサナリデビ様のためにできることはこれくらいだから。待ってください、お嬢様。その友達ってまさか家に花を届けに来てたニーローのことですか？ええ、彼女よ。先日慌てた顔で屋敷を離れるのを見ましたよ。懐に何か抱えているようでしたけど、彼女に何か渡したんですか？ええ、最初に用意したモラじゃ足りなかったから、ニーローに私のスカートを売るように頼んだの。実は今日ニーローとグランドバザールに行ってみると約束したの。リシア、一緒に行ってくれる？ええ、グランドバザールはここから少し離れてるから、おぶって行ってあげますよ。それは大変だから大丈夫よ。ぐずぐずしてる暇なんかないですよ。お嬢様に歩いて行かせたらいつつけるかわからんでしょ。あんまり遅くなると旦那様に何も言い訳できなくなりますよ。もちろん。クラクサナリデビ様を信じる人がまた増えるって知ったらきっと喜ぶと思うわ。あなたの推論は本末転倒。ほれ。これだけの仕事なんだし、もっと安くできない？
遅くなっちゃって。おお、ドニアザード。ずっと来ないからきっと家に閉じ込められてるんだと思ってたのに、まさか本当に逃げ出したなんて。あれ、リシアまで？もしかして彼女に捕まっちゃったの？確かにそんな状況にもなったけど、今はもう平気よ。リシアも私たちの味方になったわ。そう言い切ることはできません。ところでそっちのお二人は？こちらは旅人にパイモ。知り合ったばかりの友達なの。彼女たちはつい最近スメールシティに来たばかりの旅人なんだけど、クラクサナリデビ様について聞きたいんだって。つまりあなたたちはクラクサナリデビ様の異国の崇拝者ってこと？それは素敵だね。この度私たちが用意する家臣探査を絶対お見逃しなく。そうだ、ドニアザード、私たちもうグランドバザールを飾り始めたんだよ。本当にあなたの資金援助のおかげで今回はすごく盛大なお祭りにできる。そうかしこまらないで。私にできるのはこれくらいなんだから。そうだ、モラはまだ足りるかしら。でも心配はいらないよ。シアターの舞台はすでにリフォームできたから。ほら、案内するから見に行こ若い頃に掘り出したのはまさか。う。おお、立派な舞台だな。悪くねえな。前にここを通った時は階段に穴が開いてたぜ。階段に穴があるだけならまだしも、前は舞台のてっぺんにある木のうろからすごく大きな樹皮が剥がれちゃいそうになっててね。ズバイルさんはとても心配してたんだ。教令員には何度も報告したんだけど、処理する人を手配してくれなくて、その数週間の間に事故が起こるのを恐れて、シアターの演出はみんな中止になったの。シアターからの依頼だからじゃねえか。教令員の人たちは私たちのように歌ったり踊ったりする人間を軽蔑してる。彼らから見ればシアターが二度と開かれないのは願ってもないことだったのかもね。でもあのままじゃシアターのみんながお腹を空かせるばかりか、家臣探査も行えなくなっちゃうでしょ。そこへありがたいことにドニアザードが資金援助してくれたの。おかげで私たちは人を雇って木のうろを修理して舞台全体のリニューアルもできたんだ。家臣短日には今よりもっと綺麗な舞台になるよ。楽しみにしててね。あなたが舞台に立つのをすっごく楽しみにしてるわ。あなたは家臣探査のためにあれだけ練習してきたんだもの。今度こそ夢を叶えられるわよね。これは私たちの夢だよ。当日はあなたの分まで頑張るから。ニーローはどんな出し物をするんだ？ニーローは家臣の舞を披露するの。これは家臣探査で一番重要な出し物なのよ。ドニアザード、彼女たちにこのお祭りの由来は話した？マハールッカ・デバータ様とクラクサナリデビ様の話だけ。そうなんだ。だったら私がこのお祭りの始まりを教えてあげる。伝説によると、この日を家臣短日って呼ぶのは家臣が誕生を祝うって意味から来てるんだって。昔々マハールッカ・デバータ様のお誕生日を祝うため、ご友人が宴を開いたの。宴の途中、何柱かの神様が酔っ払って、そのうちの一柱が
ノリに乗って演奏をし始めた。そしてマハールッカ・デバータ様は歌を歌い、家臣様は踊り始めた。家臣様が踊ると、彼女に踏まれた芝生の上に無数の美しいパティサラが咲いた。鮮やかな赤紫の花が光り輝く舞台を作り、神様たちは、ああ、時間がこのまま止まればいいのに、と感心した。神様たちの話をすると、魔人戦争のことを思い出してしまうって言うけど、スメールの神様たちにも楽しい時間があったんだ。確かに神様たちはみんないなくなってしまったけど、剣舞をして誕生を祝う伝統が残されてきた。私のこの服も家臣様の姿を模してデザインされたものらしいよ。私たちはちっぽけな人間だけど、誕生日の主役が愛されているって感じられるように努力しないといけないんだ。ニーローならきっと私たちの祝福をクラクサナリデビ様に届けられるわ。舞台の周りにもたくさんのパティサラを飾ってるでしょ。パティサラは家臣様を象徴する花だからね。でも残念ながら本当のパティサラは家臣様が逝去されると同時に絶滅してるの。そうね。マハールッカ・デバータ様が家臣様を記念して作られたパティサラも結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。伝説の中の家臣様が踊る姿を想像するとなんだか羨ましいよ。もし私の舞台もそんな風になったら。いや、たとえ隅っこに本物のパティサラが2つあっただけだとしても私は満足できるよ。そうだ、旅人とパイモン、あなたたちは家臣探査に興味があるの？だったら参加しない？クラクサナリデビ様の誕生日には彼女の崇拝者たちもここに集まるわ。あの方のことをもっと知りたいならいい機会だと思う。うんうん、ドニアザードの言う通りだぞ。祭りが好きで何が悪いんだよ。それにこれはお誕生日会だろ。誕生日を祝う人が多ければクラクサナリデビもきっと喜ぶぞ。それじゃ一緒に家臣探査に参加しましょうね。ドニアザード、今選んでる舞台装飾を見せてあげる。興味がなかったら旅人とパイモンはこの近くを見て回ってきたらどうかな。グランドバザールの人たちはみんなクラクサナリデビ様のことが大好きで、家臣探査のことも楽しみにしてるよ。それじゃあオイラたちはこの辺りを見てくるぜ。お姉さんの髪は金色だし、着ている服も私たちのと違うね。あなたは外国から来たの？知ってる？ここではもうすぐ家臣探査が開かれるんだよ。家臣探査には面白いものがいっぱいで、花の騎士ファーリスもキャンディーを配ってくれるの。家臣探査の剣舞か。若い頃に踊ったもんじゃ。子供の頃ばあちゃんに聞いたよ。家臣様の舞はマハールッカ・デバータ様のためのものなのに、なんで私たちはクラクサナリデビ様のために踊るのかってね。ばあちゃんはこう答えた。
マハールッカ・デバータ様はとてもいい神で、クラクサナリデビ様もいい神だ。もし家臣様がクラクサナリデビ様と知り合ったら、きっと彼女の友達になって誕生日を祝ってあげるはずじゃろうって。ここ数年は家臣探査の雰囲気も薄れてきておったが、どっかのお金持ちのお嬢ちゃんがたくさんモラを出してくれたから、今年はちゃんと行えるそうじゃ。舞台をこんな風にリニューアルしたのは大変だったろう。どうやら今回の家臣探査もいいものになりそうだな。私はグランドバザールにはあまり詳しくないが、ここの人たちが歌ったり踊ったりするってのは知ってるぜ。教令員はそれが気に食わねえんだ。ここで売ってるフェイスパウダーも悪くないよな。他んとこで売ってるやつよりも香りが長持ちするし、肌にも優しい。全部他のやつから聞いた話だけどな。今年の家臣探査が賑やかなものになれば、グランドバザールだけでなく他のところの住民たちも買い物しに来る。みんなスメールシティで暮らしてるけど、ここにしか売ってない家臣短術のお祭り料理もあるからな。それにカブや楽器といえばやっぱりグランドバザールだ。教令員のやつらが気に食わないって言うなら気に食わないままでいればいい。これがなくちゃ祭りになるもんか。その服素敵ね。初めて会った時と雰囲気が違うわ。家臣探査のためにちょっと飾りを足してみたんだ。ほらここ。ミーローが縫ったの？すごい。シアターのみんなが舞台で着ている服もほとんどはみんなが自分で縫うんだよ。それにズバイルさんは服装だけじゃなくて道具も作れるんだ。そうだ、この冠つけてみない？これを見つめてたでしょ？いいの？もちろん。伝説によると家臣様の頭にも美しい角があったらしいから、冠はこんな感じにしてみたんだ。ドニアザードはとても綺麗だから、これをつけるとまるで家臣様みたいだね。おい見ろ、あそこにいるのってキャサリンじゃないか？ふんふふん。そういえばキャサリンはいつも冒険者協会のカウンターの後ろに立ってるような。あいつの休んでるところって見たことないぞ。キャサリーン！あら、旅人さんにパイモン、こんにちは。わあ、これが休憩中のキャサリンなのか。雰囲気が全然違うぞ。おいらはてっきりキャサリンはどんな時でもまずは明日深淵を目指せって言うんだと思ってたぜ。確かにカウンターに立つのに複雑な機能は必要ありませんが、いつも同じセリフを言って同じことをしているというのは、まるで一作のフォンテーヌ映画をずっと流しているようで退屈じゃありませんか？あなたたちも豊かな人生を送るためにあちこちを転々としているのでしょ？確かに
各地の風習を体験するのも好きだけど、オイラたちが旅をするのはこいつの家族の手がかりを探すためだ。別に今のままでもいいじゃないですか。本当の答えは旅の終わりにあるとは限らない。旅の途中にあるかもしれませんよ。なんだかどっかで似たことを聞いたような気がするぞ。そうだ、キャサリン、お前はなんでここに来たんだ？好きというより、最近ここの雰囲気がいいから見に来ようと思ったんです。お祭りが人に喜びをもたらしてくれるのなら、存在する意義があるはずですから。あら、そろそろ戻らなくてはなりませんね。また冒険者協会で会おうぜ、キャサリン。そうだ、今日はお前のおかげで新しい友達に出会えたんだ。なんだかこの町の人たちとのつながりを深められた気がするぜ。あなたたちならきっとこの町の人々とも仲良くなれるはずです。何しろあなたたちには草元素の祝福がありますから。それでは先に失礼いたします。お、今日のキャサリン、確かにいつもと違うみたいだな。旅人、どうしたんだ、ディシア。お嬢様はあんたらが送信に会う方法を探してるのを知ってるだろ。実はお嬢様があんたらを手伝いたいようでな。私はあんたらを導いてやれるかもしれん。本当か？やったぜ！でもあまり期待するなよ。あんたらの役に立てる確証があるわけじゃないからな。あることを聞きに行くからついてきてくれ。お嬢様は少し疲れてニーローのとこで休んでる。先にお嬢様を家まで送ってくるから後でレグザー町の前で会おう。また後でな。レグザー町でディシアを待とうぜ。各種香料の購入歓迎しますよ。この辺りで一番いいお店はジュンの方かな。ここで飲むみんなで飲み食いできる美味しいもんだよ。Lapar.
遅くなってすまん。帰ってから旦那様と奥様を、お嬢様はただ機嫌が悪くて港口で座ってたんだって信じさせるのに一苦労だったぜ。でもありがとな。お嬢様がこんなに楽しんだの久しぶりだ。あんたたちがいなかったら今日お嬢様はとっくに家に連れ戻されてただろう。リシア、お前初めて現れた時は荒っぽかったけど、ドニアザードのことをすごく大事に思ってるんだな。私はボディーガードだぜ。それにお嬢様は金を払って私を雇ったんだから、これはプロ意識ってもんだ。ひひ、照れるなって。あのな、この仕事は長くないだろうがちゃんとこなしたいんだ。世間話はここまでだ。レグザー町に行こう。あんたたちの道案内ができるかどうかは中にいる人次第だけどな。おじい、これはディシアじゃないか。なぜここに？おっと、なんで君たちまで一緒にいるんだ？へえ、あんたら知り合いだったんだな。おう、実は冒険者協会の人がクラクサナリデビの情報を聞けるかもって紹介してくれたんだ。なるほどな。おじい、ルコシャの兄さんはいないか？兄さんたちの代わりに盗難の件を聞きたいんだが、この二人にも教えていいか？あいつは教令員に戻った。近頃大賢者にスメールシティの警備を強化しろと言われたからな。各地に分散している人手はみんな呼び戻さなきゃならないんだ。まあ君がそういうのならこの件を二人に教えてもいい。ありがとな、おじい。一体どんなことなんだ？実は以前教令員はあるものをなくしたんだ。送信とも関係してるものみたいだから、彼女に会うのに役立つんじゃないかと思ってさ。それはいささか独断的だな。俺に言わせればむしろこの件は教令員の方と関係が深い。簡潔に言うと、先日教令員が砂漠のアール村までとても大事なものを取りに行った時、道半ばで品が奪われたんだ。砂漠の情報が漏らされていたせいでな。大賢者はこれをとても重視してたもんで、マハマトラを出動させただけでは終わらず、俺たちも捜査を手伝っていた。そして大方確定できたのは、今そいつがオルモス港にあるってことだ。オルモス港は知ってるか？スメールで一番大きな商港なんだが、スメールシティから水上を川に沿って南に行けば港口に着く。教令員もそこまでは管理できないし、雰囲気も緩い場所だからな。いろんな奴らがいるんだ。なくしたものはアーカー社や知識に関係があり、それに今回は神にも関わっている。俺の立場ではこれ以上は言えん。興味があるならオルモス港で情報を集めればいい。おじい、学生たちはスメールシティにいるんじゃないのか？オルモス港に行って何をするんだ？興味があるなら自分で聞きに行くんだな。私はそんなことに興味ねえよ。それに最近は風魔池の仕事も多いからな。そうだ、もしオルモス港に行くなら気をつけた方がいいぜ。スメールシティにいるのと違って規則を守らないエルマイト旅団もいるからな。スカーレットキングのためにスメールを取り戻せってスローガンを掲げてる過激な旅団もいて、最近ものすごい速さででかくなってるからおじいたちも困ってるんだ。そうだな。砂漠のスカーレットキングは何千年も前に亡くなってるのに、
今頃復活するなんて噂が広がるとは馬鹿げたことだ。みんながおじいみたいでいられるわけじゃないからな。一部の砂漠の民たちはとっくに荒野を去ってでも自分の神が欲しいのさ。旅人、あんたらに教えられる情報はこれくらいだ。ありがとな、リシアもアスファンドも。スメールシティにいてもこれ以上の情報は手に入りそうにないし、早速オルモス港に行ってみようぜ。お嬢様は家臣短日にまたあんたらと会えるのを楽しみにしてる。その前に帰ってきてくれよ。ああ、家臣短日にまた会おう。この仕事、エルマイト旅団に任せるときに伝え方を変えなければ。アーレムルに帰りたいな。皆さん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。伝統的な香料はいかがですか？凝った製法で作ってますよ。交渉成立だな、毎度あり。これはデタラメなんかじゃないよ。今あそこのエルマイト旅団は激しく争ってて、30人団の言うことは相手にされてないようさ。それに君たち知ってる？賑やかなところだな。さすがスメールで一番大きな証拠だ。でもリシアの話を聞いたからか、なんか危ないやつがいる気がするぞ。それじゃあ早速調査を始めようぜ。教令員が神と関係のあるものをなくしたのは分かったけど、それ以外の情報は全然ないぞ。学生のふりをして情報を聞くといいってアスファンドは言ってたけど、さっきアーカー社で調べたらオルモス港に教令員の研究施設はないらしいぜ。教令員がなくしたものなんだったら学生のふりして聞き込みする方が怪しくないか？だな。市場は賑やかで毎日たくさんのお客さんが来てるみたいだから、この辺で聞いてみようぜ。いらっしゃい。何をお探しですか？店主、聞きたいことがあるんだけど、普段からオルモス港には学生っているのか？もちろん。それに毎年この時期には卒業する学生たちがスメールシティから気晴らしに来ますよ。教令員に入学して卒業するのはそれはもう大変ですが、残って研究員の仕事をするのはもっと大変だという話は結構聞きます。ここは景色もいいですし、雰囲気も教令員より楽な感じでしょ。それにここで幸運に恵まれれば学業と研究がうまく進むなんていう人もいますしね。ほら、あそこにも教令員の学生がいるでしょ。あの人たち数日前にここに来てからずっと冴えない顔しているんですよ。
やっぱり私たちのように商売をする方がいい。アーカーシャが教えてくれるものさえあれば楽に生きていけますから。何か話してるみたいだよな。こっそり聞いてみようぜ。数ある依頼の中でも一番好きなのははあ、ダメだ。役に立つ情報は何も聞けなかったよ。それに最近町にはエルマイト旅団の人がたくさんいて、なんだか怖そうだ。ここ最近オルモス港じゃいくつかのエルマイト旅団が激しく争っているらしいぜ。一人でいる時はあいつらのとこには近づかない方がいい。特にスカーレットキングやら復讐やら言ってる奴らにはレグザー町でさえ手を焼いているらしいぜ。確かアフなんとか言ったっけ。アフマルの目だ。実は今日ある情報が手に入った。この旅団は俺たちが探しているものの情報を持っているようだ。何？君たち知らないのか。オルモス港にはあのものの取引をしているエルマイト旅団も結構いるんだ。彼らは見知らぬ人を警戒してるが、学生はそれほど拒まない。何せあの人たちは学生が欲しがっているものを必要としていないからな。身分さえ説明すれば交渉の余地はある。あの旅団の人たちはよくジャファータバーンに現れるようだ。50万ほど払えば彼らから情報を変えるらしい。待て、50万だって？情報だけで50万もかかるなら物は高くて買えないだろう。はあ、おしまいだ。これを頼りには卒業できそうもない。そうとは限らないさ。俺たちの研究方向は不人気だからな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ？売れるわけがないさ。確かに一理ある。今肝心なのは案内してくれる人を見つけることだよな。3人でモラを集めて聞いてみようか。わあ、なんか怪しいことを話し合ってるぞ。どうするんだ？でも情報は50万モラもするって言ってたぞ。お前本気なのか？わかったよ。ちょっとモラは惜しいけど、お前がそう言うなら安心だ。行ってみようぜ。ただの冒険だろ。俺なら絶対できるって。骨董鑑定に関する依頼か。任せなさい。さっきあいつらが言ってたのはこのタバーンだな。おっと、お二方いらっしゃいませ。どうぞお座りください。奴らごときがボスに喧嘩を売りてえと思うか？俺らがスカーレットキング様の力を取り戻したら、ボスはきっと奴らを真っ先に始末するぜ。もちろん奴らを恐れる必要はない。今我々の一番の競争相手はカラカル団しか残っていないはずだからな。今回は奴らも大金を手に入れた。気を緩められないぞ。カラカル団の奴らなんざみんな金目当ての連中だろ。これで大儲けしたいだけだ。ボスと一緒になんかできねえよ。ああ、
ボスは本当に信仰深い。きっとそのお力を使って俺たちの神様を迎えることができるはずだ。なんだかスカーレットキングのことばかり言ってるな。オイラたちが探してるのはこいつらに違いないぞ。あの裏切り者のマハールッカ・デバータとその民たち、絶対に許せねえ。この先スカーレットキング様がスメールに復讐するとき、俺ら以外の全員に罰が当たるからな。オイラもちょっと気になるな。後で機会があればこれについても聞いてみようぜ。あ？何者だ？なんか用か？旅人？おい待てよ、そんなこと言っちゃダメだろ。さっきあの学生たちも言ってたじゃないか。エルマイト旅団の学生？はっ、教令員の学生がスメールシティにいないでオルモス校なんかに来て何をしてる？はっ、ここのルールをよく分かってるじゃねえか。モラはあんだろうな。モラは惜しいけど今は渡すことしかできないよな。ほら、この紙に書いてあるのが商人の居場所だ。何か欲しいものがあるなら言って選べよ。いいか？そうそう、さっきお前たちが言ってたスカーレットキング様に実は興味があるんだ。オイラたちはその考古学を研究してる学生だからな。いいだろう、その太っ腹に免じて教えてやってもいい。お前たちもわかるはずだろ。我々アフマルの目の者は皆スカーレットキング様の忠実な信者だ。当時スカーレットキング様は砂漠の中に偉大な国、つまり俺らの故郷を作った。発展具合は今のスメールよりはるかにすごかったんだぜ。スカーレットキング様は知恵の神の名にふさわしい神だった。だが残念ながらスカーレットキング様は信頼していた奴に裏切られ、知恵の神という名称まで奪われてしまったのさ。それってそう、マハールッカ・デバータだ。この恥知らずがスカーレットキング様の文明を壊したんだ。俺たちの先祖もここに逃亡し、仇の下で生活せざるを得なかった。それにあいつは教令員の奴らと一緒に当時の真相を隠して寛大で慈愛に満ちてるふりをしてやがる。はっ、本当に見る。でもスカーレットキング様は本当に亡くなったわけじゃない。砂漠で神託を聞いた奴がいるんだ。スカーレットキング様は今復活されている。これで俺たちはついに自分たちの神を迎えられるに違いない。その日が来ればあの裏切り者の信者にも自分の神を忘れた砂漠の民にも全部ケリをつけるからな。お前らもビビってんなら今すぐスカーレットキング様に帰依すればまだ間に合うかもな。お前みてえな教令員の奴らに話すことはね。話はここまでだ。待て、君たちはこの人に騙されている。なんだって？またてめえか、この教令員の気狂いが。そう、俺だ。前にも言ったが、もし俺と向き合って話をしてくれるつもりがないなら、君たちが不愉快になるようなことをする。それから君たち、さっき渡されたその住所は偽物だ。こいつらは人を騙して自分たちの縄張りに行かせるためにあちこちで物の情報を提供できると喧伝している。そこに着いたら最後、彼らは君が物を買いたがっている証拠を盾に取って持ち金を全部渡せと脅すんだ。黙れアルハイゼン、いつも俺たちの商売を邪魔しやがって。一体どういうつもりだ？
何度も言ったはずだが、君たちのボスと交渉したい。うちのボスも言ったはずだが、てめえと交渉なんかしねえってな。確かに前はそう言っていたが、これからもそう思い続けるとは限らないだろう。言っておいてやるが、俺らに手を出させるな。普段俺らは教令員の奴らに乱暴な真似なんざしない。収めるのが面倒だからな。でもてめえみたいな気狂いに対してなら話は別だ。武力対談が君たちの答えならいいだろう。俺は受けて立つ。魔人たちだって戦争でテイバットの帰属を決めたのだから。だがもし対話の道が見つからないのなら、俺がこれからすることは君たちの商売を邪魔するだけで済むようなことじゃない。君たちエルマイト旅団は面目を失うことになる。君たちがそれを大切にしているのは知っている。もし俺が行動を起こせば、君たちのボスは自ら俺に会いに来ると確信できる。だがその時にはもう取り戻せないこともあるだろう。それから一つアドバイスがある。今日ここで起きたことはボスに正直に伝えておいた方がいい。後になって君がちゃんと報告しなかったからだと責められないようにな。なんだと？よく考えてみるといい。俺が今まで言っていたことの中で果たさなかったことがあるか？兄貴、この気狂いが。分かった。てめえが本気で死にてえのなら1週間後の午後4時、ファロス灯台の前の桟橋に来い。ただでは済ませねえからな。待て。彼女たちの50万を返せ。お客さんたち、あの人たちを怒らせちゃって、これからうちの店はどうすればいいんだ。それに彼らは食事代だってまだ。旦那、最近店の接客係がだいぶ減っているようだが、学生たちに情報を広める仕事で忙しいようだな。それは。君はあの悪者たちと取引をしているのだから、聞かれた時には口ごもるだけでは済まないだろう。俺たちへの口止め料にしてはかなり安いはずだ。さっきのあの人、なんであんなことができるんだ？エルマイト旅団のやつら、オイラたちのモラを置いて逃げちゃったぞ。あいついろいろ知ってるみたいだ。追いかけて聞いてみようぜ。あっちに行ったぞ。早く追いかけよう。追いかけ追いかけ。お前はアルハイゼンっていうのか？どうかしたか？いや、そもそも俺の目標はあいつらだった。君たちはチャンスを提供してくれたからな。今はお互い貸し借りなしだ。それと一つ忠告しておくが、あいつらからは離れた方がいい。彼らは君から金を稼げなかったからな。この先また君たちにちょっかいを出すかもしれない。それでは。ちょっと待ってよ。お前に聞きたいことがあるんだ。さっきお前はあいつらの前でその詐欺を暴いたってことは、物の本当の情報を知ってるってことだよな。君たちは何者だ？どうしてこのことを知りたがっている？学生？あいつらが君と商売をしたのは、君のそのデタラメを信じたからではないよ。そうなんだ。こいつはとってもすごいんだぞ。お前、これからあいつらと武力対談するだろ？オイラたちは手伝えるぞ。
神の目も持っていないのにか。やめておけ。確かにこいつは神の目を持ってないけど元素力を使えるんだ。そうじゃなかったらオイラたちだって気軽にアフなんとかのやつらに情報を聞きに行けないだろ。あいつらの怖い様子だとお前と会う日にはきっと大人数を連れてくるに決まってる。お前に助っ人がいるのかは知らないけどオイラたちを連れて行けば何か役に立つかもしれないぞ。いいだろう。わかった。君たちはあの物を売っている商人を探しているんだろう。紙とペンはあるか。そのうちの一人の住所を教えてあげるから運試しに行くといい。約束の時間に桟橋で落ち合おう。君たちが来なくても構わないけどな。商人の情報を教えてもらっておいてなんだけど、それ以前に物って一体何なんだ？君たちは物の正体も知らないのに50万も出したのか。まあ確かに、もし君が本当にすごい腕前の持ち主であれば、あいつらが本性をさらけ出した時に武力で答えを見つけられるか。物の情報を聞いているからには全く知らないわけはないだろう。どこまで知っているのか教えてくれ。そうすれば無駄なことを言わずに済む。物は多分教令員と関係があってエルマイト旅団の奴らが取引をし。君たちは情報を大体掴んでいるさ。実物を見たことがないから情報をまとめられないだけだろう。これが君たちが探しているものだ。よく見えなかったぞ。あの飾りみたいなのは何だ？これは缶詰知識という。簡単に言えばこれは単なる器で特定の知識をある程度の量保存しておける小型のアーカーシャみたいなものだ。これを自分のアーカーシャ端末に接続すると誰でもその中の知識にすぐアクセスできる。そう、誰でも。複雑な規則があり、それぞれの知識にアクセスできる人を厳格に審査するアーカーシャとは違い、これは無条件に中身のものを渡すんだ。なんだかすごそう。基本的にはこれは便利で無害な知識ベースだ。だが残念ながらスメールでこれを個人的に所持したり取引したりするのは違法だ。これは学者たちが世界中から手に入れた知識をアーカー社に保存するために作られた。使った後はすぐに処分すべきなんだ。しかしたとえ厳重に警戒していても一部の缶詰知識は処分の運命から逃れてしまう。この世にはアーカー社にデザインされた人生に不満を持ち、これを使って運命を変えたいと思う人がいるからな。この100年教令員から流出した缶詰知識はいろんな内容のものが混雑している。そしてオルモス港では真に価値のある上物はエルマイト旅団の金儲けの道具となり果てた。だがエルマイト旅団がゴミとみなしたものは一般人や教令員の不運な学生たちの役に立つことがある。俺に言えるのはこんなところだ。君の本当の狙いはそこなのか。現状の取引ではその質問に答えるのには値しないと思うが。まだ諦めないんだな。いいだろう。人が少ない場所で話そう。さっきの話の続きをしよう。教令員のなくした缶詰知識に関する情報を知りたいなら
あることに協力してくれ。ある人のところに行ってほしい。ドリーという名の旅商人だ。ゴミの缶詰知識しか持っていない商人とは違い、彼女はよく本当にいいものを手に入れているんだ。利益が出る限り彼女は何を売るのも恐れないという人もいる。彼女は教令員の人を警戒している。貨物のほとんどが教令員の管制に合わないものだからな。だが俺は彼女のブラックリストに載っているかもしれない。彼女御用達の情報屋に会ったことはあるんだが、ごまかされたんだ。ドリーのお客になって彼女の信頼を得てほしい。これが今後協力を続けるための条件だ。なんでオイラたちをそいつに合わせるんだ？ことがなるまで君たちに引き続き質問する資格はない。わかったよ。じゃあオイラたちどうすればいいんだ？君たちはスメールに来たばかりの外国人だから、ロリーにとっては安全な顧客のはずだ。俺から情報屋の住所と連絡を取るための暗号を教える。暗号以外に彼女から特殊な要求があるかどうかはわからない。君たちには臨機応変に対応してもらうしかない。なんだか緊張してきたぞ。そして鍵になるのはドリーに会えてからだ。彼女は金銭に関するものへの嗅覚が鋭い上、商品を見る目も優れているから、目の肥えている客しか好まないんだ。資金はこちらで用意するから、彼女の商品の中で質の一番良いものを買い、彼女に認められてきてくれ。だけど缶詰知識を見たのはさっきが初めてなんだ。どう選ぶのかなんて全然わからないのに、こんな短い時間で見分け方を覚えられるものなのか？うん、確かに。君たちは元素資格というものを知っているか？ほう、意外だな。また君のことを見直したよ。その能力を持っているなら話は簡単だ。ここに缶詰知識が2つある。品質の違いがわかるか？オイラから見ると全く同じように見えるけど。元素資格を使ってもう一度見てみてくれ。おい、どうだ？何か見えるか？これが噂によれば一つの見分け方らしい。元素資格を使って見たとき、より価値のある缶詰知識はほとんどがより明るく見えるそうだ。知識は世界中に由来し、草元素力の根源でもあるからな。知識の力が強ければ草元素力の色もより明るくなるというわけだ。ただし一部の缶詰知識は強い元素力を持つにもかかわらず、その内容が現在の生活にはあまり役立てられないから価値も高くない。まああくまでも小手先の見分け方だが、ドリーの信頼を得るには十分なはずだ。なんだかすごそうだぞ。これを持っていけ。情報屋の住所と暗号を書いておいた。そしてこっちは缶詰知識を買うための資金だ。モラを惜しむ必要はない。ドリーの心を動かすにはこのくらいは必要だ。もし取引後に資金が余っても返さなくていい。くれぐれも気をつけてくれ。最近一部のマハマトラもオルモス港に来た。彼らに捕まったらこれまでの努力が無駄になってしまう。マハマトラ？
教令院に所属し監督管理をしている者たちで、缶詰知識の違法取引問題の処理を担当している。先ほども言った通り、缶詰知識の所持や取引は教令院に禁じられていることだ。あいつらは勘が鋭いから、目をつけられたらひどい目に遭う。もしやめておくならまだ間に合うが。分かった。交渉成立だな。もしドリーとの取引に成功したらウィカラ大将宿に来てくれ。その時には心を開いて話し合おう。アルハイゼンからもらった紙によると、ドリーの情報を持ってるやつは旧市街にいる商人だって書いてあるぞ。紙に書いてある方法でこいつと接触してみよう。こんにちは。どんなものをお探しで？ちょっと待ってよ。お前間違ったよな。紙にはそんなこと書いてなかったぞ。お客さんは独特な好みだな。全然甘くないハッラの実はあるが、あまり屋台に出して売らないんだ。仲間に案内させるよ。紙に書いてあるのと同じだな。どうやら第一段階は成功したみたいだ。ラウナック、このお客さんたちは全然甘くないハッラの実を買いたいらしい。2人を倉庫まで案内してくれ。はいよ、お二方こちらへどうぞ。お二方は独特な格好ですな。スメールローズをつけるお客さんを見るのは久々ですぜ。待てよ。スメールローズは普通の商品って意味だったよな。見間違いじゃないか。オイラたちがつけてるのは高齢化の方だぞ。おっと、こりゃ失礼。間違いでしたな。びっくりしたぞ。抜き打ちまであるのかよ。お二人とも倉庫はこの先ですぜ。ついてきてください。お二方、物を取りに行く前にいくつか確認したいんですがね。今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。ありがとうございます。今後もっといいものが入ったら先にお知らせしますよ。お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです？今日は食べるとめまいがするようなものにするってのは。そう答えなくちゃな。でも食べるとめまいや耳鳴りがするようなハッラの実って想像するだけで怖いぞ。ハッラの実はスメールシティの方法で梱包するかい？それともオルモス港の方法で？お客さんは初めてだから伝統的な方法で包みたいのかい？ちょっと待て。スメールシティの方法っていうのは物を少ししか買わないってこと。お二方すまねえが今の状況だとこの商売を引き受けるわけにはいかねえです。もう少しお考えになってはこいつオイラたちのことを警戒し。お二方、今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間
ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです？今日は食べると。そう答えなくちゃな。でもハッラの実はスメールシティの方法で梱包するかい？それともオルモス港の方法で？おっと、お客さんは太っ腹だね。綺麗に。お二方の情報は確認済みですぜ。ドリーさんはこの先に待って。しまった、マハマトラだ。早く逃げろ。何？マハマトラ？どこにいるんだ？奴らに捕まったら大変だってアルハイゼンが言ってたよな。オイラたちはここに慣れてないから情報屋の後を行こうぜ。そっちに行ったぞ。見ろ、あいつはあそこだ。ほら、リシュボラントラから隠れるならこっちですの。これも暗号みたいだぞ。声は右の家の後ろからだ。こっちこっち。さあ、もう逃げる必要はありませんわ。さっきオイラたちを呼んだのはお前か。でもこの場所って本当に安全なのか？本当に逃げなくて大丈夫なのか？ドリーさん、この方々はハッラの実を買いに来たお客さんでさ。人はもう案内したんで、俺は先に失礼しやす。ええ、お疲れお疲れですわ。おい、なんだって？お前がドリーなのか？てっきり恐ろしい姉ちゃんが出てくるのかと思ってたぞ。あらあら、この頭空っぽのフライムは何を言ってやがりますの？私は怖いお姉さんではありませんのね。もうあなたとは商売できなくて結構ですわ。でもあなたたちの今までの反応はとても良かったですわ。情報屋を見つけた上に警戒心も強い。はれやれ、命知らずの輩ではなくとも人目をはばかるようなこともたくさんしてきたんでしょう。オイラたちを褒めたのか？なんだかあんまり嬉しくないけど。モラを持っていても 2,3 歩走っただけで息切れするような輩はマハマトラにすぐ捕まるだけでなく、小さな商売をしている私たちのような善良な市民まで巻き添えにする。そうでしょう。だからあなたたちみたいなお客様は歓迎しますわ。お二人は初めていらっしゃいましたが、それでも構いません。余計なことは伺いませんわ。たとえお客様が缶詰知識を家の柱に飾るとおっしゃっても全然気にしませんの。あなたたちがその手にキラキラとした丸いモラを持っている限り私たちは友達ですわ。いいですわよ。お好きなようにお選びくださいまし。よいしょ。わあ、こいつすごい量の缶詰知識を持ってるぞ。この数だとマハマトラに捕まったらきっとやばいよな。いかがです？お客様はどんなものが欲しいのかしら。私はお客様が商品を買う理由には興味がありませんが、おすすめはできましてよ。これをご覧くださいな。ヒルチャール社会学、イデオロギーと弁証法的分析、全テイワートで研究している方はわずか3人。激レアとも言えますわ。特別価格35万モラでいかがかしら。こんな変わった知識が欲しい人なんか本当にいるのか？あるいは
この魔人戦争初期の帝和と各国の建築様式と建築工法もなかなかいいですわね。これさえあれば古い建築物の修復名人になれますわ。どの国に行っても給料がとっても高い仕事に就けましてよ。これなら少し役に立ちそうだ。こっちは200万モラ。値段交渉はしませんわ。うわ、高っ。もちろんお客様ご自身で選んでいただくこともできますの。内容と値段は缶詰知識の下に小文字で書いてありますわ。よし、じゃあアルハイゼンから教わった方法で見てみようぜ。お客様はお目が高いですわ。よし、今回はこれくらいにしとこうぜ。おやおや、お客様たちは物を見る目が優れている上に太っ腹で本当に薬剤、いや千載一遇のお友達ですわ。お二人ともあと10万モラほどいただければ100万モラに値する缶詰知識を1個自由にお選びいただいてもいいですわよ。なんだと？おいおい、聞いたか？あと10万モラ払えば100万モラ相当の好きな缶詰知識を手に入れられるってことだぞ。でも今オイラたちが買った缶詰知識はどれも50万モラ以上したんだ。もうちょっとモラを払えば100万するやつが買えるんだぜ。お得だろ？それによく考えてみろよ。オイラたちが苦労して大きなリスクを負って買ったこの缶詰知識たちはみんなアルハイゼンのものだ。缶詰知識があれば人は知識を一瞬で身につけられるんだぜ。こんなすごいものお前は気にならないのか？自分で試してみたくないのか？いいじゃないか。アルハイゼンからもらった経費はちょうど10万くらい残ってるんだ。このモラでお前の役に立つようなものを買おうぜ。マスター、10万払うぞ。それではお二人ともこちらの缶詰知識の中から一つお選びくださいまし。待てよ、自由に選べるんじゃないのか？なんでそっちのやつは選べないんだ？あらあら、お客様、こちらの缶詰知識もみんな100万モラに値するものですわ。お二人さんの実力ならきっとお気に召すものを選んでいただけますから、ごゆっくりご覧くださいまし。なんだか良くない予感がするぞ。検査資格を使ってもう一回見てみるか？どうだ？それってつまりこいつらの価値はほとんど同じってことなのか？モラを使ったからにはお前の役に立つようなものを探してみようぜ。どれどれ？スメール伝統醸造入門、香料栽培技術、古代不問概説。これ見ろよ。片手剣の戦闘技術8。前の7つがどこにあるかはわからないけど、これは役に立ちそうだぜ。これにしようぜ。マスター、オイラたちこれにする。受けたまわりますわ。近いうちにまた新しいものを仕入れますから、またお越しくださいまし。それに缶詰知識以外にも欲しいものがあれば
本店は最善を尽くしてお客様のニーズにお応えしますドリーとの取引は順調だったな。次はリカラ大将宿のアルハイゼンのところへ会いに行こうぜ。これで教令員がなく俺を信じろ。きっと君に一番似合う色を見つけてみせる。あら、お二人とも来たか。君たちのその表情、どうやら成し遂げたようだな。うわあ、なんだか教令員の人がたくさんいるぞ。なんで待ち合わせ場所をこんなとこにしたんだ？そもそもウィカラ大将宿は教令員の管理下にある。教令員の者がここで働いているのも当たり前のことだ。俺がオルモス港に来たのも表向きにはここの公務を処理するためだ。お前って本当に大胆なやつなんだな。そんなに緊張する必要はない。ここの人は俺たちの話題に興味がないからな。それにここにマハマトラは来ない。では早速ドリーと会った時の状況を教えてくれ。アルハイゼン、オイラたちは頼まれたことを果たしたんだ。今なら教令員がなくした缶詰知識のことを教えてくれるよな。その前に一つ聞きたい。君たちはどうしてあのものを調べてるんだ？もちろん答えなくてもいいが。そうだぞ。こいつは知恵の神に会って大事なことを聞きたいんだ。でもスメールに来てからだいぶ経っても方法がなかなか見つからなかったんだ。そしたら教令員がなくしたあるものが神と関係してるかもって聞いた。だから一か八かって思ったんだ。それなら君たちの方向性は間違っていない。この間教令員は砂漠である缶詰知識をなくした。なくしたのは神の缶詰知識。それを使えば神の知恵が手に入るそうだ。うわあ、そんなものまであるのかよ。もしそれを見つけられたら送信に合う方法もお前のお兄さんのこともわかるようになるんじゃないか。それが本当にそれほどすごいものなのかどうか俺は疑っている。だがそれは確かに存在していて、今はこのオルモス港のどこかにある。どこにあるんだ？それが俺たちのこれからの課題だ。否定はしない。神の缶詰知識とは一体何なのか俺は興味があるし解明したいと思っている。もちろんオルモス港のエルマイト旅団もそれを狙っている。そのもの自体がとても貴重だというだけでなく、中身の知識は多くの力や富をもたらしてくれるかもしれないからな。最近いくつかの旅団がそのものの帰属を争っているが、
最終的な勝者はまだ決まっていないらしい。俺一人の財力と人脈では彼らと競うのは難しいだろう。だからいろいろ試した末に俺はいくつかの旅団と簡単な契約を結んだ。俺はこの神の缶詰知識を独占しないが、それを研究する機会を与えてくれると彼らは約束した。まあそれを解明したって彼らに損はないからな。だがエルマイト旅団の中には条件の交渉がうまく進まない旅団もある。例えばアフマルの目の人たち。彼らは神の缶詰知識にスカーレット・キングの力があると信じている。スカーレット・キングを世に蘇らせるためにそれを手に入れたいようだ。だから彼らは教令員の者がスカーレット・キングの精神を汚すことを決して許さない。あいつらがお前と協力してくれないから、この前お前は奴らとやりとりをしてたんだな。そうだ。アフマルの目がすごい財力を持つとは言えないが、彼らはそれを手に入れる決意がとても固い。十分な資金を得るためにあらゆる卑怯な手段を使って金を集めているんだ。だから俺は彼らの商売を邪魔し続けることで、俺に向き合って話を神の缶詰知識の秘密取り。各旅団はもし神の缶詰知識情報を得る、つまりドリーと仲良く。そう思ってくれ。あさって俺が神の缶詰知識を研究する機会を得られたら、研究結果を君たちに教える。それではアルハイゼン、君たちは缶詰だが、ここにしよう。買った缶詰知識を見せてくれ。はい、これ。片手剣の戦闘技術8。実践系の缶詰知識。この手の知識はそうあるものじゃない。ほとんどはエルマイト旅団の人が戦闘力を高めるために使ってしまったからな。本当か？よかった。いいものが手に入ったかもな。これが役に立つかどうかを知りたいのなら、君の戦闘時の状態をテストしてあげよう。もし君がすでに強い実力の持ち主であれば、大きな進歩を遂げるのは難しいと思うが、そうだな。対象実験を行うのはどうだ？この缶詰知識の使用前と使用後にそれぞれ1回ずつ戦おう。俺はアーカーシャ端末を通して戦闘時の君の身体状態を測定しておく。2回の間で出る体力差や相手の強度差などは後で計算して影響を排除するから安心してくれ。おお、アルハイゼン、お前教令員で成績がとてもいいだろう。ちょっと気になったんだけど、お前は缶詰知識がないと卒業できない学生じゃなさそうなのに、なんでマハマトラに狙われるリスクを負ってまでこれを扱おうとしてるんだ？学者の行動が理解できないとき、ほとんどの場合は好奇心で説明できる。これは定理なんだ。なんだかごまかされたような気が。もういいだろう。テストを始めよう。
いつも通り戦えばいい。見切りました。とはっはっさレバーよ。ふっ今、君のアーカーシャ端末に接続し、データを記録する。では、この缶詰知識を使おう。これを手に持って、君がこれと接続できるよう手伝う。そうすれば君は、この力を活性化できるようになる。おい、どうだった？それって役立てられるってことだよな。ならもう一回戦いに行こうか。さっきみたいに平常心でやればいい。何も買わないんだろう。裁きのイカ。はびこれ。せとやせちょでは、データをもう一度記録する。アルハイゼン、どうだったんだ？うん。君たちの買った缶詰知識は、確かに彼女の戦闘能力を向上させたよ。2回目の戦闘時の戦闘機能データは、1回目と比べて 0.073% アップしたな。待て、いくらだって？やっぱりあの悪徳商人、オイラたちを騙したんだな。また出た。これは100万どころか10万ものにも値しない気がするぞ。まあ、そもそも彼女が強い実力を持っていた場合、缶詰知識の内容では、これ以上大きく成長させられないかもしれないさ。少なくとも、今回のテストを通して、俺は、君たちのことをもっと知ることができた。君たちとの取引は、お得かもしれないと思えたよ。俺は、先に大将宿に戻る。2日後の連絡を待っているから。そうだ。これはドリーに情報を聞くための経費だ。彼女の提示した額を払えばいい。Tenggelam.
belakang belum. 旅の収穫だね。急がなくてもいいのよ。産卵摂取在に言葉なき手がかり。急がなくてもいいのよ。逃げ道はほれ急ごう。この世界も私に答えているの。Low Patrick. Patrick is low. Patrick is low. Low 1, 2, 3 coba low. Tarik. Coba.見切りました。はびこれ。痛がっちゃいないよ。ほっはっせいはっかかれ。急がなくてもいいのよ。ほっ捕まえた。はびこれ。
裁きの雷。ふっトン、そこだ。逃げ道はありません。逃げ道はありません。よよよよよよよ。Worthless. Aprilia. よし、今日はドリーに神の缶詰知識の行方を聞きに行こうぜ。こっちですわよ。お客様たち、またまた早くもお会いしましたわね。缶詰知識であろうが何であろうが、ポケットにモラががっぽり入るならどんなものでも差し上げてみせますわよ。ドリーはオイラたちが欲しいものなら何でも用意できるのか？あらあら、その言い方、缶詰知識ではもう満足できないようですのね。何が欲しいのかしら、お聞かせ願いますわ。さすが、あなたたちのような気前のいいお客様は普通の缶詰知識なんてアウトオブ単純なのですのね。ただその情報は決して安くはないですが、何しろ取引現場に忍び込むのはとても大変でしたのよ。それに情報を漏らしたのが私だと知られれば人に狙われますわ。でもお前の情報が本当だってどうやって証明するんだよ。しかもなんでちょうどその情報を持ってるんだ？私にとって市場に流通している価値のあるものは全てが商品なんですの。商売をするためにはお宝たちの状況を常に把握する必要があるのですわ。それに
情報の信憑性についてはなおさら心配無用ですの。取引の瞬間を写真機に収めましたから、ごまかしは通用しませんわ。さすがお客様、毎度ありがとうございます。代金は確かにいただきましたわ。では耳を澄まして聞いてくださいまし。神の缶詰知識は昨日アフマルの目の棟梁であるみずりさんによって確保されましたわ。アフマルの目？スカーレットキングを信奉するエルマイト旅団か？あら、お客様もよくご存知ですのね。アフマルの目は神の缶詰知識にスカーレットキングの力が宿っていると信じてますので、そのために全力を尽くしているのですわ。さすがは神の缶詰知識。今まで見たことのないような真っ赤な輝きを放っていましてよ。私が撮った写真にも神の缶詰知識がはっきりと写っていますわ。情報ありがとな、ドリー。いいんですの。お二人のように知識の豊富なお客様がいてくださるなんて、昨日の苦労は無駄ではなかったんですのね。今後も何かあればいつでもお越しくださいまし。神の缶詰知識の情報を手に入れたぞ。まさか本当にアフマルの目の手に渡っちゃうなんてな。早くアルハイゼンのところに戻ろうぜ。そうか、どうだった？ドリーから取引の証拠をもらったんだ。ミラ。ほう、はっきり取れているな。エルマイト旅団の取引場所に忍び込むだけ。この上にこうなると、アルハイゼンがどうしてアフマルの目の連中を挑発。あいつらを倒せばそこのボスと対談できる。神の缶詰知識を貸してもらえるぞ。お疲れ様。ここから何日かは休んでいてもらっていい。その間俺も準備してくる。あいつらに会う日の午後3時、あいつらより先にここで合流しよう。ではお先に失礼する。アルハイゼンのやつ遅いな。まだかよ。あ、来たぞ。待たせたな。ファロス灯台の前の桟橋に行くぞ。おう、行くぞ。真面目に仕事をした人だけが熱々のカレーを食べられる。
アルハイゼン。まさかイカレ野郎がまた現れるとはな。この対談は俺から要求したものだ。君たちが約束を守ってくれるかどうか心配だったが、信用できるようだな。かなり盛大に迎えてもらっているようだが、俺の方も助っ人を連れてきた。文句はないな。助っ人？店にいたガキじゃねえか。このイカレ野郎に助けられたからって恩返しのつもりか？いい度胸だ。そろそろ無駄話はおしまいにするぜ。お前らを魚の餌にしてやる。野郎どもかかれ。あいつら突っ込んでくるぞ。二人とも気をつけろ。近いな。さあ見切りました。かかれ。かわせるか。急がなくてもいいのよ。はっ痛がっちゃいないよ。やっはっかかれ。捕まえた。巨雷の野郎。ボスが来てくれた。あれを使ったのか。やった。これでボス。ボスどうしたんだよ。一体どうしたんだ。アーカーシャとの接続を切るぞ。目標発見。捉えろ。公務を妨害するな、アルハイゼン書記官。まさかただ救助しているだけだ。連れて行け。世界は私を忘れて。一体何が起こったんだ。あのでかいやつどうして急にあんな姿に。どうやら彼は神の缶詰知識を使ったらしい。ああなったのは神の缶詰知識による影響ってことか。それって世界樹の知識を得るとき、学者たちは神の知識に触れて発狂するって話のことか。俺の知る限りでもサティアワダライフの学者が発狂した例はかなり多い。あいつらの様子は同じような状況に見える。どうやら神の缶詰知識は確かに神と関係があるようだ。だが本当に噂通りこれを所有して
神の知恵や力が得られるものだろうか。あいつの言ってた言葉を聞いたか。世界が私を忘れてって一体どういう意味なんだ。そいつがマハマトラに連れ去られたんだったら、持っていた神の缶詰知識も教霊院に持ってかれるよな。こんなに近くまで来てたのに残念だぜ。でも神の缶詰知識があんなに危険だなんて思わなかったぞ。むやみに試したりしてたらオイラたちもああなってたかも。こうなるともうオルモス校にとどまる理由はない。俺たちの協力関係もこれで終わりだ。そういえば神の缶詰知識を探すのに夢中でお前に聞いてなかったんだけど、お前って教霊院の人間なんだろ？クラクサナリデビに会う方法を知らないか？実のところ俺にもわからない。クラクサナリデビはスメールのシステムの外にいる存在で、普段はその存在すら感じられないんだ。しかも教霊院には神の知恵を象徴するアーカーシャが存在する。学者たちには自ら神との接触を図ろうとする理由がない。そうなのか。クラクサナリデビって神秘的なやつなんだな。俺は教霊院に戻るつもりだ。君たちはどうする？もうすぐ家臣短日だし、オイラたちもスメールシティに戻るか。ここ最近はずっと走り回ってたから、少し休めばまた元気が出るかもな。アルハイゼン、じゃあオイラたちはここでお別れだ。じゃあな。さて、これを先に処理するべきか、それとも上へのレポートを書くべきか。Akhirnyaここまでにしておくか。よし、ここまでにしよう。また明日。じゃあな。妹のあの子